皆様お疲れ様です。引っ越しを機に DIY にハマった主婦アンです。10年前に築7年のこの家を購入して DIY で自分好みにカスタマイズしてきました。その DIY の軌跡を振り返りながらルームツアーをしていきます。今回が第2弾です。シャープ1は玄関と洗面所を紹介させていただきました。そちらも合わせてご視聴くださると嬉しいです。トイレです。トイレはこれ DIY を始めて最初の頃に作った服です。板にねこういうフックをつけただけのものですが、なんかこういうシンプルなものって長く使えますね。はい、でこの窓辺にこのサッシが丸見えになってるのが私があんまり好きじゃなくて、木でこう囲いましてパカッとはめてるだけです。ではめてこう棚みたいにして、ここは植物を置いたりして楽しんでおります。で一番上にこの棚自体にこのベルジアングルをつけて板をつけまして、またつる製のねポトスをこう置くと、今こうカットしてあんな風に短くなってますけど、どんどんつるが伸びてバーッとここにつるがねこう垂れてくるのがまた可愛いです。あれはシーンのポスターね、パネルにしてみました。あれは板にポスターをボンドで つけてます。はい、なのでパネルになってますね。はい、でこれはつる製のね、ここでバーッと伸びたつるをこういう風に水差しでこう壁面に飾っております。こっちからもねここに水差しでポトスの葉っぱをこんな風にして捨てるのがねもったいないのでこんな風にしてます。で DIY というとこれですね、突っ張り棒でつけた棚ですね。ここに掃除シートと、あと便器の中を洗うやつね、はい、置いてます。手洗い線の上に鏡が欲しくて、鏡付きの壁付け棚を DIY しました。鏡は100均の大きいサイズのものを使って、周りの木は旅先の海などで少しずつ集めた古材で作ったので、独特の味が出ててお気に入りです。フロアシートは私と旦那さんで張り替えました。かわいいでしょ、ミッティな。こちらが張り替える前です。剥がして型取りをしてボンドを塗って張り替えます。でもね、うちの猫ちゃんにこんな風にされちゃうんですよ。あとはね、なんか爪研ぎになっちゃうんですね、うち。あとちなみにお風呂のクッションフロアもこんな風に張り替えたんですけども、こちらが張り替え前です。洗濯機も洗面台も一度外して一旦別室に移動させたので本当に大変でした。一部こんな感じです。爪研ぎになっちゃってひどいですわ。こっちがリビングなんですけども、ここがねそっちの奥が和室になってるんですけども、和室につながるドアがここにあるんです。ここを塞いでしまって、ここのスペースもったいなかったんで、猫ちゃんのうちのクッキーちゃんのトイレをここに入れてます。結構ね暗いとこじゃないと嫌な子なんで、こんな風にね、これはねディアウォールっていうやつであと奥に4本柱を立てましてですね、こういう風にここにこれがねアングルで合板を棚にして、ここも3段の棚になってるんですね。でここはもうね、なんかこう紙のゴミとか、これはゴミの日に紙のゴミの日っていうのがあって、その時に出すので、ここはねちょっと私こういうところのね整理整頓というのがあんまりできませんで、あんまりお見せできないんですが、で一番下が扉をつけて、一応クッキーちゃんここだよみたいな感じの看板をつけまして、猫ちゃんのトイレになってます。でトイレの砂なんかはここにストック買っといて、でここはスコップねとかトイレ
これただネジをつけてここに引っ掛けるだけで、あとこれは100均のバッグに袋ね、袋いっぱい入ってます。ここに入れて毎朝おしっことかうんちを取ってます。こういう感じの棚をね自分で作って、でこれ何回か作り直してます。っていうのも電子レンジを買い替えたりトースターを買い替えたりした時にまた形がねここの高さが変わったりとかするので、カスタムするというか自分でダボで埋めてないので、結構ネジで外せばまた作り直せるのでね、こんな風にしてます。グラノーラとかコーヒーとか、これよく使うお皿はこういうところに置いといて、でオーブンの上にトレーと、あと DIY をしたのはこれですね。これはこの高さに合わせて、あと色も合わせました。周りの色に合わせてストッカーワゴンっていうのかな、こんな感じで。これはね結構作るの大変でしたね。まずこの枠を作ってね、こういう棚をつけて、でこんな風に丸棒を黒く塗って落下防止にしたりして、これ全部食材や調味料のストックです。だいたいいつもこんな感じでたくさんストックをしています。当時は今のように作業部屋が整っていなかったので、ホームセンターの工作室を借りたりして作った思い出がございます。ここはふりかけとかごまとかのストック、ここはスープ類だったかな、スープ類とかお味噌汁なんかのストックが入ってます。はい、キャスターもつけたのでね、前後に出したりしまったりしています。はい、でここはやっぱり見栄えがいいようにこう前板をモルディングをつけたりして結構こだわりましたね。取っ手これもドアとかにつけるようなやつで結構高かったんじゃないかなこれ、でももうねこれ重くてキャスターが結構悲鳴を上げてますね。はい、いっぱい入れすぎ。あとはゴミ箱ですね。はい、このゴミ箱はこういうね下だけ使ってるっていうか、もともとこうなんかなんていうかな、この蓋付きだったかな、このゴミ箱。これを3つ使いたくってこうそれぞれが独立してこう独立してこういう風に開くように作りました。なんかもう簡易的に作ったやつですけど、なかなか結構持ってますね。缶とプラスチックと、こっちは燃えるゴミ、あんまり生ゴミとかは入れないので、生ゴミはもういつもキュッと縛ってもう出たらすぐ外のゴミ箱に入れちゃいます。あとはですね、この棚ですね。キッチンのここの境目、この境目に作ったこの棚は前はもっとこうちょっとコンパクトだったんですね。こんぐらいの幅だったんですけど、もうちょっと欲しいなっていうのでまた作り直してワイドな幅にして、でここのやっぱり棚にね直接こう棚をつけて調味料なんかは上に置いてます。で私はやっぱりこの下にこう砂糖だったりをここになんか置くのがちょっと嫌な、濡れるじゃないですかすぐ。だからこういつもこう拭いときたいので、棚をこういう風につけて調味料も宙に浮かせる感じ、こういうのはね最低限ここにこう置いてますけど、でも結構ねやっぱぶら下げる系ですね。
こんなんもこういう風にしてぶら下げてます。これは100均のブックエンドっていうのかな、これをねここにちょっと両面テープみたいなここに置いて磁石がねつくので、磁石のフックをこう3つつけて、よく使うマッシャーとかトングとかはここにかけてます。でこれはね生ゴミ入れなんです。これはね野田ホーローの味噌ストッカーなんですけど、うち猫ちゃんがいるので生ゴミをこの辺に中途半端に置いとくといたずらしたり、あと匂いが気になるので蓋付きのものがよくってここにね置いてます。ここに袋をかけてお料理してる時はポン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 ここに生ゴミ入れていってます。で下ごしらえが終わってひとまずちょっとなんか他のことしようかなっていう時に、調理が中途半端な時もここに蓋をしとけば気にならないというかね、なんかそんな感じでいつも無事の支度をしております。あとね、私ポイントここドアの上にね板つけて棚をつけて、上は飾りというかレストランをイメージしてワインのボトルとかも置いてますけど、ワインのボトルはシフォンケーキを作る時にね使います。はい、ちゃんと使ってるんですよ。シフォンケーキって焼いたら逆さまにするじゃないですか。だからシフォンケーキの穴のね、型の穴のところにねボトルを刺すんですよ。はい、あれで使います。でここにまた棚の下にアイアンバーをつけて S 字フックだったりピンチ付きのフックが、これ昨日ね換気扇をね綺麗にしたんで、これ洗って今干しておきました。そういうのにも使います。あとエプロンもかかってますし、あとまな板を洗った時にここにかけてちょっとの間乾かしたりもします。はい、でこちらですね、この棚はですね、前はここまでの棚だったんです。で前はここに扉になってて、中にプリントが貼れるようになってたんですね。それも多分動画にしたんじゃないかな。下は旦那さんのお酒のボトルを置く用の棚を増設しました。これはいつかのね 5,6 年前の父の日にサプライズで私がこの棚をつけて差し上げました。これはね結構喜んでました。こちらはバーにある棚を想像しながら作りました。この棚にも落下防止用の丸棒をつけました。というわけで今回の動画はここまでにします。次回のシャープ3でルームツアーは最終回となります。次回はリビングにした DIY を紹介させていただきますので、よかったらまた遊びに来てくださいね。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。さようなら。